レッスン1、アウトドア用品の買い物。アンナさん、こんにちは。ギアストアに行ったことはありますか？アウトドア用品を探しています。こんにちは、ジョン。はい、いくつか行ったことがあります。様々なアクティビティ用のギアを幅広く取り揃えています。それは素晴らしい。来月ハイキング旅行を計画しています。良いバックパックをどこで買うべきか、何かアドバイスはありますか？もちろん、アドベンチャーギアストアを試してみてください。ハイキングに適したバックパックを幅広く取り揃えています。ありがとう。調べてみます。ところで、キャンプ用テントも売っているの？はい、彼らはそうします。キャンプ用のテントのサイズや種類が異なります。パーフェクトだ。旅行にもテントが必要だ。軽量のものをおすすめしていただけますか？もちろん、アウトドアワールドにはトレイルブレイザーという軽量テントがあります。持ち運びもセットアップも簡単です。ちょうど私が必要としているもののように聞こえます。旅行のために購入を検討すべき他の必需品はありますか？間違いなく、夜のハイキングには良いハイキングブーツ、ウォーターボトル、ヘッドランプを用意する必要があります。それを書き留めておきます。提案をありがとう、アナ。どういたしまして、ジョン。他に助けが必要な場合は知らせてください。ハイキング旅行を楽しんでください。そうします。ありがとう、アナ。もうワクワクしてきてるよ。レッスン2、オンラインレコメンデーション。こんにちは、アンナ。あなたがおすすめする特定のウェブサイトを知っていますか？最近、オンラインショッピングでいい経験をしました。ジョンさん、こんにちは。私の個人的な経験に基づいていくつかのウェブサイトを提案できます。何を買いたいですか？新しいキッチン家電が欲しい。信頼できるウェブサイトについて何か提案はありますか？キッチンエッセンシャルをぜひチェックしてください。様々な電化製品があり、お得です。推薦していただきありがとうございます。彼らのウェブサイトを閲覧します。ところで、洋服をネットで買ったことはありますか？はい、持っています。私は普段ファッションアベニューで買い物をします。トレンディーな服が揃っていて、価格もリーズナブルです。素晴らしいですね。やってみるよ。本はどう？良いオンライン書店は？ブックワームオンラインは本好きにとって素晴らしいものです。膨大なコレクションがあり、しばしば割引を提供しています。素晴らしい。それをリストに追加します。オンライン学習プラットフォームについて何かおすすめはありますか？スキルアップアカデミーはオンラインコースで人気のプラットフォームです。幅広い科目から選択できます。それこそまさに私が必要としていることです。絶対チェックするよ。旅行予約サイトを使ったことはありますか？はい、ワンダラストトラベルはフライトや宿泊施設を予約するための私の頼りになるウェブサイトです。お得な情報があります。パーフェクト。次の旅行ではそのことを心に留めておきます。アンナ、すべてのおすすめをありがとう。どういたしまして、ジョン。お役に立てば幸いです。ショッピングと学習を楽しんでください。
ありがとう、アナ。感謝するよ。これらのウェブサイトを探索できることにワクワクしています。レッスン3、自宅での集中力の維持。こんにちは、アンナ。家で気が散ることはありますか？特に家族のペットがいると、集中力を保つのが難しいことがあります。こんにちは、ジョン。共感できます。ペットはかなり気を散らすことがあります。私はいつも注目されたい猫を飼っている。私の犬も同じです。彼はいつも私にフェッチをするように促している。気が散っても集中力を保つにはどうすればいいの？集中できる特定のワークスペースを指定するようにしています。仕事専用のエリアがあると助かります。それはいい考えだ。指定の作業スペースも作らないと。家事はどう？気を散らすこともあります。絶対に。私は家事のスケジュールを立て、それを完了するために特定の時間を割り当てます。整理整頓と集中力を保つのに役立ちます。そのアプローチを試してみます。目の前に雑用があるのに無視するのは難しい。他に集中力を保つためのコツはありますか？もう一つのヒントは、デジタルによる注意散漫をなくすことです。スマートフォンの通知をオフにして、パソコンの不要なタブを閉じてしまう。そんなこと考えたこともなかった。ソーシャルメディアの通知はいつも私の注意を引く。絶対にやってみます。他に何か提案は？短い休憩を取ることも役立ちます。仕事を数分間離れると、心がリフレッシュされ、集中力が高まります。それは良い戦略のように思えます。仕事のルーチンに短い休憩を取り入れよう。アドバイスありがとう、アンナ。どういたしまして、ジョン。これらのヒントが集中力の維持に役立つことを願っています。自分に最適なものを見つけることが重要であることを忘れないでください。そうするよ、アンナ。ご指導に感謝します。集中力を保ち、生産性を維持することが大切です。レッスン4、自分らしくあること。アンナさん、こんにちは。最近少し緊張しています。社交の場面で冷静さを保ち、自分らしくいるためのコツはありますか？ジョンさん、こんにちは。緊張するのは普通のことですが、ありのままの自分を受け入れることを忘れないでください。自信は大きな役割を果たします。それは口で言うは安く行うは難しいでさい。す。さまざまな社会環境で自分自身に忠実であり続けるにはどうすればよいでしょうか？自分の強みとユニークな資質を思い出すことが重要です。自分を特別な存在にしていることに集中し、それを輝かせましょう。それを心に留めておくよ。時々、他の人が私のことをどう思っているか心配しすぎることもある。それを克服するためのアドバイスはありますか？一つの戦略は、承認を求めることから、単にその瞬間を楽しむことに焦点を移すことです。その場にいて、他の人と真摯に関わりましょう。それは素晴らしい視点です。判断を気にするのではなく、経験に集中すべきだ。他に何かコツは？自己需要とセルフケアを実践してください。優しさと思いやりを持って自分を大切にしてください。ありのままの自分に満足できれば、それが現れます。セルフケアを優先します。自分の面倒を見ることで自信が持てるようになる。批判に対処するのはどうですか？
建設的な批判は価値がありますが、すべてを個人的に受け止めないように注意してください。有益なフィードバックと不必要な否定的な意見は切り離してください。それは良い点です。建設的な批判と不当な否定性を区別する方法を学びます。アンナ、ご指導ありがとうございます。どういたしまして、ジョン自分に忠実であることは、他の人とつながり、有意義な関係を築くための最良の方法であることを忘れないでください。アンナ、あなたの知恵の言葉に感謝します。本当の自分を受け入れ、本物らしく生きること。レッスン後、会議のスケジュールを設定する。こんにちは、アンナ、あなたと話し合うことがあります。明日会おう。午後2時でよろしいですか？こんにちは、ジョン。明日はいいですね。午後2時でうまくいきます。どこで会えばいいの？オフィスの近くの喫茶店で会いましょう。それは私たち2人にとって便利な場所だ。それでいい？確かに、私のオフィスの近くのコーヒーショップは素晴らしい選択です。明日の午後2時にそこで会いましょう。パーフェクト。カレンダーに記入しておきます。ところで、その会議はどのくらい続くと思う？1時間あれば十分だと思います。必要に応じていつでも延長できます。それはあなたにとって合理的に思えますか？はい、1時間は妥当ですね。すべてを話し合うのに十分な時間があるはずです。何か具体的なものを持参すべきですか？議論に役立つかもしれない関連文書やメモを持参してください。それ以外に具体的なことは何もありません。よし、必要な材料は全部集めておくよ。明日の会議を楽しみにしています。同じように、ジョン。物事について話し合う機会があれば、いつも生産的です。明日の午後2時にお会いしましょう。じゃあまたね。アンナ、実りある会議にしよレッスン6、独占権の付与。アンナさん、こんにちは。エキサイティングな提案があります。一定期間、パートナーに新製品の独占権を付与することができます。どう思いますか？こんにちは、ジョン。面白そうですね。独占権を付与することは有益ですが、特定の要因を考慮する必要があります。パフォーマンス基準はどのようなものか。いい点だ、アナ。独占権を維持するためにパートナーが満たす必要のある特定のパフォーマンス基準を確立する必要があります。これにより、確実に結果を出せるようになります。絶対に、私たちは彼らが献身的で有能であることを保証したいと思っています。定められた独占期間はどのくらいの期間にすべきですか？ 1年間の独占期間が妥当だと思います。これにより、パートナーは業績を上げるインセンティブを与えながら、市場での地位を確立することができます。確かに、1年はパートナーが自分の能力を発揮する公平な機会を提供します。契約条件についてはどうですか？契約書には契約条件を明確に概説する必要があります。これには、義務、解約条項、およびその他の関連事項が含まれます。そうですね。よく作成された契約は両当事者の利益を保護します。法律顧問に確認してもらい、その有効性を確認することが重要です。間違いなく、潜在的な問題を回避するためには法的審査が不可欠です。すべての準備が整ったら、
独占権の付与を進めることができます。計画みたいだね。ジョン独占権を付与することは、新製品にとって戦略的な動きになり得ます。すべてが明確に定義されていることを確認しましょう。同意しました、アンナ。私たちはこのパートナーシップを成功に導きたいと思っています。契約書の作成に取り掛かって、弁護士を巻き込むつもりです。レッスン7、共通点の発見。アンナさん、こんにちは。目前の問題について話し合うべきだと思います。妥協と解決策の発見が不可欠です。どうすれば共通点を見つけることができるのか。こんにちは、ジョン。その通りです。共通点を見つけるには、お互いの視点を理解する必要があります。アクティブリスニングは良い出発点です。もちろん、積極的に耳を傾けることは、洞察を得て共感を示すのに役立ちます。お互いを理解すれば、相互に有益な解決策に向けて取り組むことができます。同意するよ。ジョン相反する立場にとらわれるのではなく、根底にある利害に焦点を当てることが重要だ。共通の目標を見つけることが鍵です。それは素晴らしい点です。アナ、共通の目標を特定することで、取り組みを調整し、双方にメリットのある結果に向けて取り組むことができます。アイデアをブレインストーミングしてみてはいかがですか？ブレインストーミングは、クリエイティブなソリューションを生み出す素晴らしい方法です。様々な選択肢を模索し、その実現可能性を一緒に評価することができます。私はそのアプローチが好きです。私たち2人をブレインストーミングのプロセスに参加させることで、革新的な解決策を見つける機会が増えます。間違いなく、コラボレーションはより良い結果につながります。また、別の視点やアイデアを検討することにもオープンでなければなりません。これ以上は同意できませんでした。オープンマインドであることで、当初は考えもしなかったかもしれない可能性を探り、解決策を考えることができます。正確に、ジョン。相違点にとらわれるのではなく、問題解決に集中しよう。力を合わせれば、共通点を見つけ、解決策にたどり着くことができます。同じ考えでいてくれて嬉しいよ。アンナ、協力して共通点を見つけることが成功につながります。絶対に、ジョン。協力と相互尊重の精神を持ってこれに取り組みましょう。私たち2人を満足させる解決策が見つかると確信しています。アナ、前向きな姿勢をありがとう。喜んで協力してくださるおかげで、このプロセスがずっとスムーズになります。さあ、仕事に取り掛かりましょう。はじめまして、ジョン。早速飛び込んで、最善の方法を見つけましょう。一緒に解決に向けて取り組めることにワクワクしています。私も、アナ、実現させよレッスン8、近くの場所を探索する。アンナさん、こんにちは。近くに新しいレストランを見つけました。素晴らしいですね。ここから徒歩圏内ですか？こんにちは、ジョン。ワクワクします。地図を確認しよう。はい、ほんの数ブロック先です。そこなら間違いなく歩いていけます。それは便利です。徒歩で新しい場所を探索することで、周辺を楽しんだり、隠れた宝石を発見したりできます。絶対に、ジョン。ウォーキングは、運動をしながら新鮮な空気を吸う機会にもなります。私も同感です。これは双方にメリットのある状況です。好奇心を満たすと同時に、楽しい散歩もできる。
間違いない、ジョン。それに、近所の地元企業を支援する機会にもなります。地域企業を支援することは、地域社会の成長にとって重要です。新しい場所を試してみることにしましょう。それには賛成だ。ジョン、新しいレストランを試してみると、様々な料理や味を体験する機会が得られます。料理の視野を広げ、食事体験にワクワク感を与えてくれます。新しいレストランを試すのが待ちきれません。私もだよ、ジョン。彼らのメニューが気になる。新しい料理を試すことは、味覚者にとってはいつも冒険だ。絶対に、アンナ。まるで近所で料理の旅に出かけるようなものです。そして、もしかしたら、新しいお気に入りのスポットが見つかるかもしれません。近くの場所を探索することには驚きがいっぱいです。それが素晴らしいんだ。アンナ、何が見つかるかわからない。近いうちにそこに行く計画を立てよう。計画みたいだね。ジョン。お互いに都合のいい日時を選んで、料理の冒険に乗り出そう。同意しました。アンナ。都合の良い日を見つけて、味覚を喜ばせましょう。楽しみです。私も、ジョン。楽しい経験になるよ。近所の探索を最大限に活用しましょう。絶対に、アンナ。大切なのは目の前でチャンスをつかむことなんだ。言って楽しもレッスン9、目標の定義。アンナさん、こんにちは。私たちのプロジェクトについて考えていましたが、もっと明確にする必要があると思います。私たちの目標はよくわかりません。こんにちは、ジョン。あなたの懸念を理解しています。私たちの仕事を導くには、明確な目標が不可欠です。一緒に目標の定義に取り組みましょう。それは計画のように聞こえるよ、アナ。進捗状況を追跡できる、具体的で測定可能な目標が必要です。絶対に、ジョン。具体的で測定可能な目標があると、焦点が絞られ、成果を正確に評価することができます。私も同感です。正しい方向に進んでいることを確認するには、明確な方向性とマイルストーンを設定することが重要です。まさに、ジョン。また、利用可能なリソースと時間を考慮して、目標が達成可能で現実的であることを確認しましょう。それは素晴らしい点です。アナ。現実的な目標を設定することで、合理的に達成できることと努力が一致するようになります。さらに、目標には期限を設けましょう。期限を設定すると切迫感が生まれ、優先順位付けに役立ちます。アンナ、これ以上同意できない。期限付きの目標は、私たちが説明責任を果たし、行動を起こす動機を与えてくれます。目標を定義したら、それを小さなタスクに分解してアクションプランを作成できます。目標を管理しやすいタスクに分割することで、より親しみやすくなり、成功の可能性が高まります。絶対に、ジョン。また、リソースを効果的に配分し、潜在的な障害を早期に特定するのにも役立ちます。潜在的な課題を事前に特定することで、緊急時対応計画を策定し、積極的に取り組むことができます。
それは賢いアプローチだ。ジョン。障害物に備えておくことで、スムーズにナビゲートし、前に進み続けることができます。同じ考えでいてくれて嬉しいよ。アンナ、一緒に目標を定義し、成功へのロードマップを作成しましょう。明確な目標と明確な計画があれば、素晴らしい結果を達成できると確信しています。早速始めましょう。絶対に、アンナ。早速始めて、プロジェクトを成功させるための基礎を築きましょう。皆さんの協力と意見に感謝します。レッスン10、家族との充実した時間。アンナさん、こんにちは。今週末に開催されている地元のイベントに出くわしました。素敵ですね。家族と過ごす時間はいつも楽しいです。こんにちは、ジョン。同意します。家族の時間は貴重です。どんなイベントなの？もっと知りたいです。さまざまなアクティビティ、ゲーム、ライブパフォーマンスが行われるコミュニティフェアです。誰もが楽しめる何かがあります。楽しい一日になりそうですね。活気に満ちた雰囲気の中で家族と過ごす時間はいつも思い出深いものです。絶対に、アンナ。忘れられない思い出を作り、愛する人との絆を強める機会です。これ以上は同意できませんでした。家族との時間は日常から離れ、お互いに集中する機会を与えてくれます。それは本当です。これにより、私たちはその場にいて家族と十分に関わることができ、より深いつながりを育むことができます。そして、それはイベントそのものだけではありません。会場までの道のりと一緒に過ごす時間が全体的な体験を盛り上げてくれます。そうだね、アンナ。大切なのは私たちが共有する質の高い時間。それがイベント中であろうと、イベントの直前であろうと。正確に、お互いの会社を楽しみ、ポジティブで楽しい雰囲気を作ることです。そして一番の利点は、年齢や興味に関係なく、家族全員を巻き込むことができることです。インクルーシブで、すべての人が楽しめるイベントです。それが家族との時間のハイライトの一つです。誰もが参加して、その日の楽しみに貢献できます。絶対に、アンナ。一体感を祝い、家族の絆を強めるチャンスです。家族との時間はお互いを支え合い、励まし合う機会にもなり、一体感を育みます。これ以上は同意できませんでした。試合中やアクティビティ中にお互いを応援し合い、支え合える環境を作ることができます。そして、愛する人と時間を過ごすことで得られる笑いと喜びを忘れないようにしましょう。それはかけがえのないものです。全くその通りだよ。アンナ。笑いと喜びは、この体験をさらに思い出深い特別なものにします。このイベントにワクワクしているよ。ジョン。家族と美しい思い出を作る素晴らしい機会です。私も同じように感じます。アナ。イベントに参加する計画を立て、一緒に時間を最大限に活用しましょう。計画みたいだね。ジョン。カレンダーに記入して、愛する人たちと素晴らしい一日を過ごせるようにしましょう。待ちきれないよ。アナ。愛と笑い、そして大切な瞬間に満ちた一日になりそうです。レッスン11、安らかな眠り。こんにちは、アンナ。すみません。でも昨夜は大きな音で眠れませんでした。
かなり混乱しました。ジョンさん、こんにちは。ごめんなさい。騒音は確かに私たちの睡眠を妨げることがあります。これに対処するための解決策を試したことはあ耳りますか？栓をつけてみましたが、あまり役に立ちませんでした。睡眠環境を改善する方法についての提案も受け付けています。考えられる選択肢の一つは、ホワイトノイズマシンを使用することです。外部の音をかき消し、落ち着いた雰囲気を作り出すのに役立ちます。いい考えだね。アナ、ホワイトノイズマシンについて聞いたことがある。どこで見つけられますか？オンラインで確認するか、地元の家庭用品店に行くことができます。通常、寝室やリラクゼーションセクションで購入できます。私は間違いなくそれを調べます。私が遭遇したもう一つの問題は、窓の外の街灯の明るさでした。ああ、わかりました。明るい光は私たちの睡眠パターンを妨げることがあります。遮光カーテンやブラインドの使用を考えたことはありますか？それは素晴らしい提案です。アンナ、遮光カーテンは考えたことがない。暗めの睡眠環境を作るために、そのオプションを検討してみます。やってみる価値はあるよ。ジョン遮光カーテンは外部光源を効果的に遮断し、より良い睡眠を促します。ご提案ありがとうございます。光の乱れを最小限に抑えるため、必ず遮光カーテンを設置します。どういたしまして、ジョン。さらに、就寝前のルーチンを確立することで、リラックスして睡眠の準備をする時間であることを体に知らせることができます。それは理にかなっています。アナ、寝る前にリラックスできるアクティビティを含む一貫したルーチンを作るべきです。まさに、本を読んだり、温かいお風呂に入ったり、深呼吸をしたりするなどのアクティビティに参加すると、リラックスして眠りやすくなります。それらのアクティビティを夜のルーチンに取り入れます。うまくいけば、心と体がぐっすり眠れるようになるでしょジョン、提案がお役に立てて嬉しいです。全体的な健康を促進するには、安らかな睡眠環境を作ることが不可欠です。う。アンナ、これ以上同意できない。質の高い睡眠は私たちの心身の健康にとって極めて重要です。絶対に、ジョン。これらの変更を実施することで、より回復力が高まり、妨げられることのない睡眠が取れる可能性が高まります。アンナさん、アドバイスありがとうございます。この睡眠の問題の解決にご協力いただきありがとうございます。どういたしまして、ジョン。私はあなたをサポートするためにここにいます。皆さんが行う変化が、より穏やかで若返りのある睡眠体験につながることを願っています。私も希望を持ってるよアンナ。これからぐっすり眠れるようになるよ。レッスン12、フィットネスの目標。こんにちは、アンナ。どれくらいの頻度で運動しますか？私は少なくとも週に5回は運動することを目標にしています。こんにちは、ジョン。それは印象的です。同じようなトレーニングルーチンを維持するようにしています。健康のためには定期的な運動が不可欠です。絶対に、アンナ。体を健康に保ち、健康全般に多くのメリットをもたらします。これ以上は同意できませんでした。運動は心臓血管の健康を改善し、筋肉を強化し、エネルギーレベルを高めます。そうだね、アンナ。また、ストレスを軽減し、
精神的健康を改善する上でも重要な役割を果たします。間違いない、ジョン。運動は心をすっきりさせ、気分を高めるのに役立つ。ストレス解消に最適です。それを聞いて嬉しいよ。アナ運動が心身の健康にどのように良い影響を与えるかを見るのは刺激的です。本当にそうだジョン。では、5回のエクササイズセッションでは、通常、どのようなワークアウトを行っていますか？ランニングやサイクリングなどの有酸素運動のほか、ウェイトや体重を使った筋力トレーニングも楽しんでいます。それはバランスの取れたルーチンのようだジョン。心血管系のエクササイズと筋力トレーニングは、バランスの取れたフィットネスアプローチを提供します。私は、様々な筋肉群を対象とし、全体的な持久力を向上させるために、多様なトレーニングルーチンを維持することが大切だと考えています。それは賢いアプローチだジョン。バリエーションはワークアウトを面白く保ち、私たちの体に様々な挑戦を与えます。絶対に、アンナ。それに、退屈でフィットネスの進歩が停滞するのを防ぐのにも役立ちます。私も同感です。長期的にモチベーションを維持するには、ワークアウトを楽しく魅力的なものにすることが重要です。運動以外に、フィットネスの目標達成に役立つ特定の食習慣はありますか？はい、ジョン。私は果物、野菜、赤身のタンパク質、全粒穀物が豊富なバランスの取れた食事をとることに重点を置いています。それは素晴らしいです。アナ、適切な栄養は、体に栄養を与え、ワークアウトのパフォーマンスを最適化するための鍵です。絶対に、ジョン。それは、フィットネスの取り組みを支える適切な栄養素で自分自身に栄養を与えることです。アンナ、これ以上同意できない。運動の一貫性と健康的な食習慣は、フィットネスの目標を達成するために密接に関係しています。間違いない、ジョン。身体活動と心のこもった栄養の両方を網羅するホリスティックなアプローチです。同じ考えでいてくれて嬉しいよ。あんなフィットネス思考の会話をしたり、アイデアを交換したりするのはモチベーションになります。私も同じように感じます、ジョン。私たちのフィットネスの旅を分かち合い、その過程でお互いを励まし合うのは刺激的です。絶対に、アンナ。これからもフィットネスと健康を優先して、あらゆる段階でお互いを支え合いましょう。賛成だよ、ジョン。私たちに喜びと活力をもたらす健康的でアクティブなライフスタイルを実現しましょう。乾杯、アンナ。フィットネスの目標に向かって努力を続け、より強く、より健康になるプロセスを楽しみましょう。レッスン13、ワンダーラスト。アンナさん、こんにちは。私たちの日常生活の中で、私たちは2人とも旅行に情熱を持っていることに気づきました。これ以上同意することはできませんでした。新しい場所を探索することは豊かな経験です。旅をすることで、様々な文化に浸ったり、新しい料理を試したり、心に残る思い出を作ったりすることができます。絶対に、アンナ。それは私たちの視野を広げ、様々な視点や生き方に心を開きます。完全に同意するよ、ジョン。世界の多様性と美しさを直接目の当たりにするのは魅力的です。旅は自己成長や自己発見の機会にもなりますよね。間違いない、ジョン。
コンフォートゾーンから出て新しい経験を受け入れることは、私たちが個人として学び、成長するのに役立ちます。本当だよ。アンナ旅の冒険を通して、私たちはより順応性があり、回復力があり、オープンマインドになります。絶対に、ジョン。それに、日常から離れて元気を取り戻すチャンスでもあります。これ以上は同意できませんでした。旅をすることで、私たちは日常から離れ、エキサイティングな冒険に乗り出すことができます。そして、それは壮大な旅である必要はありません。地元の環境を探索することでも、豊かな経験になることがあります。そうだね、アンナ。私たちの裏庭にも、発見すべき美や隠れた宝石がたくさんあります。それが旅の魅力です。それは必ずしも遠い場所に関するものである必要はありません。探検の精神を受け入れることが大切です。正確に、アンナ。では、今後の旅行計画や夢の目的地はありますか？実は来年、日本への旅行を計画しています。私はいつもその豊かな文化と息を飲むような風景に魅了されてきました。すごいね、アンナ。日本は、賑やかな都市から穏やかな寺院、素晴らしい自然の美しさまで、不思議に満ちた国です。本当にワクワクしているよ、ジョン。あなたはどう？あなたの旅行バケットリストに、夢のような目的地はありますか？私がずっと行きたかった場所の一つはアイスランドです。そこの風景は、火山、氷河、魅惑的なオーロラなど、夢に出てきたようなものです。ああ、アイスランドはすごい、ジョン。自然の美しさと地熱特有の地形が、この国を本当に忘れられない目的地にしています。想像するしかないよ。間違いなく私のリストの上位にあります。その夢の旅をすぐに実現したいと思っています。きっとそうするよ、ジョン。世界には探求されるのを待っている不思議がいっぱいです。私たち二人がそれらを体験できることを願っています。絶対に、アンナ。これからも旅への欲求を刺激して、旅の途中で一生に一度の旅行の思い出を作りましょう。レッスン14、実行後のルーチン。アンナさん、こんにちは。ランニングのモチベーションが羨ましいです。ランニングの後、クールダウンと回復のために何をしていますか？こんにちは、ジョン。ありがとう。ランニングの後は筋肉をほぐし、こわばりを防ぐために軽いストレッチをします。いい練習みたいだな。アンナ。ストレッチは柔軟性を高め、怪我のリスクを減らすのに役立ちます。絶対に、ジョン。筋肉をリラックスさせ、徐々に休息状態に戻る機会を与えることが重要です。同意します。アナ。ランニング後のルーチンには、ストレッチ以外に何かアクティビティを取り入れていますか？はい、ランニング中に失われた水分を補給するために、たくさんの水を飲んで水分補給するのが好きです。水分補給は不可欠です。アンナ。体のバランスを保ち、適切な筋肉機能をサポートします。間違いない、ジョン。また、炭水化物とタンパク質のバランスが良く、回復に役立つ栄養価の高いスナックを食べるのも好きです。それは賢い選択だよ。アンナ。私たちの体は、激しい運動の後の修復と再構築に燃料が必要です。絶対に、ジョン。
筋肉が回復して強くなるために必要な栄養素を筋肉に与えることは重要です。身体的な回復以外に、ランニング後にリラックスしたりするために何かしていますか？はい、心を落ち着かせ、ストレスを軽減するために、少し時間をとって深呼吸や瞑想を行うと助かります。それはマインドフルネスをルーチンに取り入れるのに最適な方法です。アンナ、精神的な健康とリラクゼーションを促進します。これ以上同意できないわ、ジョン。それは自分自身と再会し、内なるバランスを見つけるチャンスです。素晴らしいよ、アンナ。フィットネスへの総合的なアプローチには、心身の健康を大切にすることが不可欠です。絶対に、ジョン。それは、私たち一人一人に愛、健康全般を支えるバランスを見つけることです。アンナ、あなたの洞察に感謝します。ランニング後のルーティンや回復を重視していることについて聞くのは刺激的です。ありがとう、ジョン。長期的なフィットネスを続けるには、身体の声に耳を傾け、セルフケアを優先することが不可欠です。アンナ、これ以上同意できない。これからもお互いから学び、フィットネスルーチンを最適化する新しい方法を発見していきましょ絶対に、ジョン。一緒になれば、目標を達成し、健康で活発な生活を送るために、お互いに刺激し合い、やる気を起こさせることができます。う。話し合ってくれて感謝してるよ。アンナフィットネスの世界での知識と経験を共有していただきありがとうございます。レッスン15、更衣室のジレンマ。こんにちはアンナ。これは完璧に見えます。試着してもいい？もちろん、ジョンさん、こんにちは。どうぞ。何か助けが必要な場合は知らせてください。ありがとう、アンナ。どう合うの？似合ってるよ。ジョン。色もよく似合うし、サイズもちょうど良さそうです。聞いてよかったよ。アンナ、着心地が良くてスタイリッシュなものが欲しかったんだ。この選択でうまくいったんだね。ジョン。ファッションと機能性のバランスが完璧です。それを聞いて嬉しいよ。あなたのファッションの専門知識に感謝します。嬉しいよ、ジョン。他の人が自分のスタイルを見つけて、自分の服装に自信を持てるよう手伝うのが楽しいです。あなたはファッションに鋭い目を持っているわね、アンナ。私はいつもあなたのスタイルセンスに感心しています。ありがとう、ジョン。服は自己表現の一形態であり、自信を高めることができると思います。絶対に、アンナ。着るもので気分が良くなると、全体的な態度に良い影響を与えます。その通りだ、ジョン。着信地が良く、自分の個性を反映した服を選ぶことが重要です。アンナ、これ以上同意できない。ファッションは私たちが誰であるかを反映し、最高の気分にさせてくれるものでなければなりません。間違いない、ジョン。そして、服を選ぶときは機会を考慮することを忘れないでください。それは素晴らしい点です。イベントが異なれば、ドレスコードやスタイルも異なります。まさに、ジョン。自分のスタイルに忠実でありながら、その場にふさわしい服装をすることが重要です。アンナさん、アドバイスありがとうございます。あなたのようなファッションに詳しい友達がいると助かります。
いつでも喜んで手伝うよ。ジョン。ファッションは自分自身を表現し、自信を高めるための手段です。そして、あなたはそれを楽にやるのよ、アンナ。君のスタイルはいつも的を射ている。優しい言葉をありがとう、ジョン。それはあなたから多くのことを伝えてくれることを意味する。どういたしまして、アンナ。あなたのファッションセンスは本当に刺激的です。あなたにインスピレーションを与えることができて嬉しいよ、ジョン。忘れないでね。重要なのは、快適で自信を持てるような服を着ることだ。そのことを覚えておくよ。アナご指導とご支援ありがとうございます。いつでもいいジョン。ファッションは楽しく、私たちのユニークな個性を反映したものであるべきです。アンナ、これ以上同意できない。ファッションを通して私たちの個性を受け入れることです。おめでとう、ジョン。これからも自分たちのスタイルを変え続け、その過程で他の人たちにインスピレーションを与え続けられますように。絶対に、アンナ。ファッション性をアピールして、自信を持って自分の選択をしましょう。レッスン16、共有サービスについて。アンナさん、こんにちは。タクシーや配車アプリなどのシェアリングサービスを利用したことがありますか？こんにちは、ジョン。はい、私は持っています。それらは便利で、多くの場合車を所有するよりも手頃な価格です。そうだよ、あんなテクノロジーのおかげで交通機関へのアクセスが容易になったのは素晴らしいことです。絶対に、ジョン。携帯電話を数回タップするだけで、必要な時にいつでも乗車できます。信じられないほど便利です。アンナ、タクシーを呼ぶことが唯一の選択肢だった時代を覚えています。時代は間違いなく変わったわ、ジョン。今では、様々なオプションをすぐに利用できます。オプションといえば、お住まいの地域にはタクシーやライドシェアリングサービスがたくさんありますか？はい、あります、ジョン。都市部では、たくさんのタクシーや様々な配車アプリがあります。便利だよ、アンナ。柔軟性が高く、いつでも乗り物を見つけることができます。絶対に、ジョン。車を持っていない人や、運転したくない人には特に便利です。忙しい都市に住む人々にそれがどのように役立つかがわかります。アンナ、駐車場や交通の煩わしさから解放されます。まさに、ジョン。道路を走る車の数を減らすことができるので、環境にも優しい選択肢です。それは素晴らしい点です。アナ、シェアリングサービスは、より持続可能な環境に貢献します。確かにそうだ、ジョン。テクノロジーとイノベーションが私たちの生活にどのようにプラスの影響を与えるかを見るのは素晴らしいことです。同意します。アナ、これらのサービスが私たちの通勤や旅行の方法をどのように変えたかは驚くべきことです。絶対に、ジョン。彼らは誰にとっても交通手段をより利用しやすく効率的なものにしました。アンナさん、共有サービスを利用しているときに何か課題や欠点に遭遇したことはありますか？たまに、ジョン。ピーク時や悪天候時には待ち時間が長くなることがあります。それは理解できます。アナ、旅行を計画するときは、これらの要素を考慮することが重要です。間違いない、ジョン。
バックアッププランや代替交通手段を用意しておくことは常に良い考えです。賢明なアドバイス、アンナ。共有サービスに頼るには柔軟性が鍵です。これ以上同意できないわ、ジョン。それは状況に適応し、利用可能な資源を最大限に活用することだ。絶対に、アンナ。共有サービスで洞察や経験を共有していただきありがとうございます。どういたしまして、ジョン。興味深い議論だったよ。テクノロジーは私たちの生活や移動の仕方を形作り続けています。そうだよアンナ。これらの進歩を受け入れ、旅をより便利で持続可能なものにしましょう。レッスン17、リスキーベンチャー。アンナさん、こんにちは。やりがいのあるリスクの高いベンチャーに乗り出すことを考えたことはありますか？こんにちはジョン。はい、私はそれについて考えました。起業家精神の世界では、リスクと報酬は密接に関係していることがよくあります。そうだよアンナ。不確かなことに飛び込むには勇気が必要だが、見返りが得られる可能性は大きい。絶対に、ジョン。計算されたリスクを取って機会をつかむことは大きな成功につながります。同意します、アナ。しかし、そのようなベンチャーで成功するための重要な要素は何だと思いますか？そうですね、ジョン。明確なビジョンとしっかりした事業計画を持つことが重要だと思います。それは理にかなっています、アナ。ビジョンは方向性を示し、よく考えられた計画は課題を乗り越えるのに役立ちます。まさに、ジョン。さらに、忍耐力と回復力は障害を克服するために不可欠な特性です。アンナ、これ以上同意できない。危険なベンチャーの旅には必ず浮き沈みがある。本当だよ、ジョン。適応し、失敗から学び、前に進み続けることができることが不可欠です。強いチームを作り、有意義なつながりを築くことも大きな役割を果たすと思います。絶対に、ジョン。有能な人材に囲まれ、パートナーシップを育むことで、ベンチャーを前進させることができます。それは貴重な洞察だよアンナ。コラボレーションと相乗効果は成功の強力な原動力です。確かにそうだジョン。他の人の強みを生かし、共通の目標に向かって協力することが重要です。アンナ、リスクの高いベンチャーで成功するために重要だと思う重要な要素は他にありますか？さて、ジョン。市場調査とターゲットオーディエンスの理解の重要性も強調しておきます。それは素晴らしい点です、アナ。市場と顧客を知ることで、より良い意思決定とイノベーションが可能になります。確かに、ジョン。機会を特定し、顧客のニーズを満たすように製品やサービスを調整するのに役立ちます。これらすべての要素がどのように組み合わされているかがわかります、アナ。それらはリスクの高いベンチャーが成功するための強固な基盤を形成します。絶対に、ジョン。計算されたリスクテイク、戦略的計画、継続的な学習の微妙なバランスです。アンナ、洞察を共有してくれてありがとう。そのようなベンチャーの可能性とやりがいについて考えるのは刺激的です。どういたしまして、ジョン。探求するにはエキサイティングなトピックです。
リスクの高いベンチャーは、個人の成長と目覚ましい成果につながる可能性があります。アンナ、これ以上同意できない。未知の世界への冒険に伴う課題と潜在的な見返りを受け入れましょおめでとう、ジョン。あえて大きな夢を見て、自分たちの事業で成功するために必要な一歩を踏み出せますように。う。絶対に、アンナ。未知のスリルとリスクを勝利に変える旅へ。レッスン18、コースタルヘイブンの朝食。こんにちはアンナ。コースタルヘブンで朝食を食べたことがありますか？旅行者に人気があります。こんにちはジョン。はい、私は持っています。そこでの朝食は素晴らしく、様々な美味しいオプションが揃っています。それは素晴らしいです。アナ、朝食メニューでどんな料理がおすすめですか？さて、ジョン、彼らのふわふわのパンケーキとクリスピーベーコンは必見です。とにかく食欲をそそります。魅力的に聞こえるよアンナ。いつもボリュームたっぷりの朝食をとるよ。他に特産品はありますか？絶対に、ジョン。クリーミーなオランデーズソースをかけたエッグベネディクトは最高です。とても濃厚で風味豊かです。お腹が空いてるわ。アンナ。一日を始めるには最高の場所のようだね。間違いないわ、ジョン。そして最高なのは、食事を楽しみながら魅力的な海岸の景色を眺めることです。素晴らしい組み合わせだよアンナ。美味しい料理と絵のように美しい環境は思い出に残る体験になります。絶対に、ジョン。コースタルヘイブンが美味しい朝食を求める旅行者に人気があるのも不思議ではありません。食事の好みがある人のためにベジタリアンやビーガンのオプションはありますか？はい、そうです、ジョン。新鮮なフルーツボールやアボカドトーストなど、様々な食生活に対応できます。聞いてよかったよ。アンナ。誰もが楽しめるインクルーシブなオプションを用意することが重要です。絶対に、ジョン。彼らは様々な好みや食事のニーズに対応するよう努めています。コースタルハブンは旅行者にのみ人気ですか？それとも地元の人も頻繁に訪れますか？旅行者にも地元の人にも人気です、ジョン。美味しい料理と居心地の良い雰囲気はみんなを魅了します。素晴らしいよ、アンナ。訪問者と地域社会の両方の共感を呼ぶ場所を見つけるのはいつでもいいことです。同意するよ、ジョン。それはつながりの感覚と共通の楽しみを生み出します。コースタル、ヘイブンでダイナー仲間と面白い会話をしたことはありますか？ああ、間違いない、ジョン。居心地の良い雰囲気は、親しみやすい会話や旅行の話の交換を促すことがよくあります。それは人々とつながり、彼らの経験について学ぶのに最適な方法のように思えます。本当にそうだ、ジョン。朝食は単なる食事ではなく、思い出に残る社交体験になります。賑やかな雰囲気と空気中にあふれる笑い声が想像できます。完璧に取れたね、ジョン。コースタルヘイブンには温かく活気に満ちたエネルギーがあります。アンナ、あなたの経験を共有してくれてありがとう。コースタル、ヘブンに行って、美味しい朝食を味わうのが待ちきれません。
どういたしまして、ジョンきっと楽しんでいただけると思います。それは一日を始めるのに楽しい方法だ。楽しみにしてるよ。アンナ・コースタル、ヘイブンへ。おいしい朝食を堪能する喜びを味わいましょレッスン19、大人用キャットフード。こんにちは、アンナ。生猫専用にデザインされた新しいキャットフードを試しましたか？こんにちはジョン。はい、私は持っています。彼ら特有の栄養ニーズを満たすように配合されています。聞いてよかったよ。アンナ、何か特別な成分や効能はありますか？絶対に、ジョン。猫の健康に最適な高品質のタンパク質と必須ビタミンが含まれています。それは素晴らしいです。つまり、ナリネコが成長するのに必要な栄養素を与えてくれるのです。はい、ジョン。健康全般をサポートし、健康的な体重を維持するのに役立ちます。それは重要です。ナリネコが活動的であり続け、健康な体調を維持するためには、バランスの取れた食事が必要です。絶対に、ジョン。また、オメガ3脂肪酸も含まれているので、毛皮と肌を健康に保ちます。それは素晴らしい追加です。ピカピカのコートは健康な猫の印です。はい、ジョン。キャットフードには免疫システムをサポートする抗酸化物質も含まれています。それは有益です。強力な免疫システムは猫を病気から守るのに役立ちます。まさに、ジョン。健康全般を支える適切な栄養素を与えることは極めて重要です。キャットフードに使える特定のフレーバーはありますか？はい、ジョン。チキン、フィッシュ、ビーフなど、様々なフレーバーがあります。それは知っておくと良いことです。猫は味の好みが違います。絶対に、ジョン。ペットの飼い主は猫が一番好きな味を選ぶことができます。キャットフードには、ウェットとドライのオプションなど、様々な形態がありますか？はい、ジョン。湿式と乾式の両方があり、様々な給仕の好みに対応します。それは便利です。ウェットフードを好む猫もいれば、ドライキブルを好む猫もいます。まさに、ジョン。これにより、猫の飼い主はペットに最適なものを柔軟に選択できます。キャットフードのパッケージサイズは異なりますか？はい、ジョン。小さな袋から大きな袋まで、様々なパッケージサイズがあります。それは役に立ちます。これにより、ペットの飼い主は猫のニーズに応じて適切な金額を購入できます。絶対に、ジョン。様々な世帯の要件に合ったオプションを用意することが不可欠です。この情報を共有してくれてありがとう、アンナ。ナリネコにぴったりの餌を探している猫の飼い主にとっては役に立ちます。どういたしまして、ジョンケムクジャラの友達を健康で幸せに保つには、バランスの取れた食事が重要です。アンナ、これ以上同意できない。ナリネコに成長に必要な栄養を与えることです。レッスン20、インクルーシブな職場環境。アンナさん、こんにちは。インクルーシブな職場環境を作ること外貨に重要か気づきましたか？
こんにちはジョン。絶対に。誰もが大切にされていると感じると、士気と生産性が向上します。本当だよアンナ、それは人々が反映できるポジティブな雰囲気を作り出します。まさに、ジョン。インクルージョンは帰属意識を育み、コラボレーションを促します。みんなのユニークな視点が尊重され、評価されるのは素晴らしいことです。はい、ジョン。チーム内の創造性と革新性が高まります。アイデアや経験の多様性は、企業を真に前進させる力となります。これ以上同意できないわ、ジョン。それは新鮮な洞察をもたらし、問題をより効果的に解決するのに役立ちます。キャリアの成長と能力開発の機会を均等に確保することも重要です。絶対に、ジョン。すべての従業員に公平な機会を提供することは、公正で協力的な文化を促進します。人々は自分の努力が認められ、報われるのを見ると、優れた業績を上げようとするモチベーションが高まります。その通りだ、ジョン。表彰と報酬は、忠誠心と責任感を育みます。リーダーがインクルーシビティを推進する上で、方向性を示し、模範を示すことが重要です。間違いない、ジョン。リーダーシップは、インクルーシブな職場環境を作る上で重要な役割を果たします。オープンなコミュニケーションを促し、従業員のフィードバックに積極的に耳を傾けることは不可欠です。積極的に耳を傾けることは、相手の意見が重要であり、考慮されていることを示しています。すべての従業員にダイバーシティ&インクルージョンのトレーニングを提供することも重要です。研修は、インクルージョンの重要性に対する意識を高め、共通の理解を深めるのに役立ちます。絶対に、アンナ、偏見を排除し、よりインクルーシブな考え方を促進するのに役立ちます。ポリシーや手続きだけでなく、敬意と需要の文化を育むことも重要です。誰もが安心して自分らしくいられる安全な空間を作ることは不可欠です。はい、ジョン。これにより、個人は仕事に全力を注ぎ、真正面から貢献することができます。インクルーシブな職場環境では、違いは障害として見られるのではなく、むしろ認められます。違いを受け入れることは、より豊かでダイナミックな職場につながります。この重要なトピックについて話し合ってくれてありがとう、アンナ。どこにいても、インクルーシブな環境を作ることに取り組んでいきましょう。どういたしまして、尽力を合わせれば、ポジティブな影響を与え、よりインクルーシブな世界を作ることができます。絶対に、アンナ。ダイバーシティとインクルーシビティをあらゆる段階で推進していきましょう。レッスン21、速乾タオル。アンナさん、こんにちは。速乾タオルを使ってみましたか？本当に素晴らしいです。こんにちはジョン。はい、私は持っています。乾きが早く、使いやすいです。それは素晴らしいです。特に急いでいるときは、時間と労力を大幅に節約できます。絶対に、ジョン。速乾性のタオルは、忙しい朝や外出時に最適です。湿った感じを残さずに水分を効果的に吸収する方法が気に入っています。はい、ジョン。湿気を逃がし、ドライでフレッシュな気分に保てるようにデザインされています。
これは特に暑くて湿度の高い天候では素晴らしいことです。通常のタオルは重くて不快に感じることがあります。まさに、ジョン。速乾タオルは軽量で通気性に優れ、どんな季節にも最適です。また、旅行やジムのセッション用にコンパクトで簡単に持ち運べるのもありがたいです。はい、ジョン。バッグのスペースを取らず、持ち運びにも便利です。これは大きなアドバンテージです。なぜアンナに人気が高まっているのかわかるよ。絶対に、ジョン。様々なアクティビティに使える実用的で用途の広い選択肢です。サイズや色は違いますか？はい、ジョン。速乾タオルには小さなハンドタオルから大きなバスタオルまで様々なサイズがあります。それは素晴らしいです。ニーズに合ったサイズを選ぶことができます。また、様々な色やパターンが用意されており、毎日のルーティンにちょっとしたスタイルを加えます。それは素晴らしいボーナスです。自分の好みに合ったタオルがあるのはいつも楽しいです。絶対に、ジョン。速乾性タオルは機能性と美観を兼ね備えています。この情報を共有してくれてありがとう、アンナ。絶対にやってみるよ。どういたしまして、ジョン速乾タオルの便利さと効率をきっと気に入るはずです。楽しみです。速乾で手間のかからないタオル体験へ。レッスン22、オンラインプライバシー。アンナさん、こんにちは。オンラインプライバシーについて考えたことはありますか？人々がそれを利用するのではないかと心配です。こんにちは、ジョン。絶対に。プライバシーに注意し、個人情報を保護することが重要です。そうだよ、あんなテクノロジーの利用が増えるにつれ、私たちのデジタルフットプリントは拡大しています。まさに、ジョン。ネットのどこに行ってもデータの痕跡が残っているので、それを保護することは極めて重要です。データ漏洩や個人情報の盗難について聞いたことがあります。これは、私たちの情報がどのように悪用される可能性があるかに関するものです。はい、ジョン。だからこそ、オンラインアカウントには強力でユニークなパスワードを使用することが不可欠です。同意します。アナ、パスワードは文字、数字、特殊文字を組み合わせたものでなければなりません。さらに、二要素認証を有効にすると、セキュリティがさらに強化されます。それはいい点だ、アナ。これにより、権限のある人だけが私たちのアカウントにアクセスできるようになります。また、ソーシャルメディアプラットフォームで共有する情報に注意することも重要です。絶対に、アンナ。投稿する内容に注意し、潜在的な影響を考慮する必要があります。ソーシャルメディアプラットフォームのプライバシー設定は、当社の投稿や個人情報を閲覧できるユーザーを制御するのに役立ちます。そうだよ、あんな管理を維持するには、プライバシー設定を定期的に見直して更新する必要があります。考慮すべきもう一つの側面は、疑わしいウェブサイトを避け、未知のリンクをクリックする場合は注意することです。はい、アンナ。フィッシング詐欺やマルウェアは、データとプライバシーを侵害する可能性があります。
デバイスとソフトウェアを最新のセキュリティパッチで最新の状態に保つことも重要です。そうだね、アンナ。ソフトウェアアップデートには、脆弱性を防ぐためのセキュリティ強化が含まれていることがよくあります。最後に、信頼性の高いウイルス対策プログラムを使用し、定期的にデバイスをスキャンすることで、脅威の検出と防止に役立ちます。これらのヒントを共有してくれてありがとう、アンナ。オンラインプライバシーの保護には、誰もが積極的に取り組むことが不可欠です。どういたしまして、ジョン警戒を怠らず、デジタルライフを守るための対策を講じましょう。絶対に、アンナ。私たちのプライバシーは貴重であり、それを確実に保護するのは私たち次第です。力を合わせれば、自信を持ってデジタル世界をナビゲートし、個人情報を保護することができます。それが魂だよ。アンナ。オンラインのプライバシーを優先し、その重要性についての認識を広めましょう。